こんにちは、ぶっちち DIY チャンネルです。ご覧いただいているのは、今回制作した超小型自作 PC ケースの完成動画です。超小型でも 300mm のグラフィックボードが搭載することができて、240mm の簡易水冷の CPU クーラーが搭載できる仕様にしました。筐体はアルミアングルで、フレームを作成し、トップパネルとサイドパネルにアクリル板を使用しています。フロントパネルには木材を使用し、木目を活かした仕上げで、落ち着いた色にしました。それでは、この PC ケースの製作過程をご覧いただきます。アルミアングルの加工。アルミ板の加工。アクリル板の加工。アルミアングルの組み立て。サイドパネルを固定するための T 型ナットを接着剤で取り付けます。アルミ板で加工したスペーサーを接着剤で取り付けます。アルミアングルはアルミ用スプレーで塗装します。フロントパネルに使うシナベニヤに小口テープを貼り付けます。240番のサンドペーパーで全体を研磨します。
木材の塗装工程はご覧の通りです。チークの水性ステインで着色し、水性ウレタンニスで仕上げます。水性ステインを塗ったら、乾燥を重ね塗りします。好みの濃さになるまで、この工程を繰り返します。水性ステインが乾燥したら、1回目のウレタンニスを塗ります。ウレタンニスが乾燥したら、400番のサンドペーパーで水研ぎします。綺麗なウエスで削りカスを拭き取ったら、2回目のウレタンニスを塗ります。水研ぎ、ウレタンニス塗りを繰り返し、計4回塗ります。カットしたアクリル板を接着して、スイッチングユニットを作成します。トップパネルに使用するアクリル板に、サラコネジを接着します。その上にアクリル板を重ねて、サラコネジを隠すように接着します。塗装したフレームの組み立て。アルミパンチングパネルをカットして、丁寧に取り付けます。ストレージの取り付け用パネル。アクリル板で加工したスペーサーを両面テープで貼り付けます。それでは、PC パーツを取り付けていきます。メモリ、
M.2SSD。ストレージ。電源ユニット。ライザーケーブル。マザーボード。USB 3.0 と、オーディオフロントコネクタ。スイッチングユニット。ケーブル類を接続します。ケースファン。AC 電源延長ケーブル。ライザーケーブル。グラフィックボード。PCI エクスプレス電源ケーブル。防塵フィルターをカットします。カットした防塵フィルターに、マグネットシートを貼って、脱着できるようにします。マグネットシートを半分に、カットします。それを貼り合わせて必要な大きさに、カットします。カットしたマグネットシートを、トップパネルに貼っていきます。サイドパネルはマスキングして、内側の周囲のみ塗装します。マスキングを剥がしてサイドパネルを取り付けます。
PC ケースに、PC パーツを取り付けました。それではシネベンチ R23 と FF14 ベンチマークで CPU と GPU の温度を測定してみます。室内温度は17度。シネベンチ R23 のスコアは3076でした。CPU 温度は64度。GPU 温度は 34.8 度でした。FF14 ベンチマークのスコアは13041でした。CPU 温度は57度。GPU 温度は 67.8 度でした。次に、CPU クーラーを、空冷のビッグ手裏剣3から、ディープクールの、簡易水冷キャッスル 240EX、ARGB に、換装して CPU と GPU の、温度がどう変化するか検証しました。バックプレートを組み立てます。ヘッドにインテル用の金具を取り付けます。ラジエーターにファンを取り付けます。ラジエーターをケースに取り付けます。ヘッドを取り付けます。ファンケーブルと ARGB ケーブルをコントローラーに接続します。配線をまとめたらグラフィックボードとサイドパネルを戻します。完成しました。次は、簡易水冷 CPU クーラーでのシネベンチ R23 と FF14 ベンチマークで温度を測定してみます。室内温度は15度。シネベンチ R23 のスコアは3758でした。CPU 温度は55度。GPU 温度は 39.2 度でした。FF14 ベンチマークのスコアは13236でした。CPU 温度は56度。GPU 温度は 70.8 度でした。検証の結果、簡易水冷の方は、CPU の温度では、かなり低くなりましたが、GPU の温度は若干高くなりました。これは簡易水冷の方は、排気が CPU ファンだけなので、ケース内の熱が効率よく、排気されないのかな？どちらにしても、この温度なら問題ないレベルです。ケースの仕上がりについては、まあまあ満足のいく仕上がりになったと思います。苦労したのは、スペースに余裕がないのと、電源ケーブルが硬いので、配線の取り回しが大変でした。もし、興味を持たれた方が、何かの参考になれば幸いです。最後までご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。